皆さん見てくださいこれ NSX タイプ R。 まあ今これもう市場価格でいうと1億円超えしてます。白でこんな輝くかぐらい。NA だよね。そうですね。3.2 リッターか。なんかやっぱターボじゃないからこのパンチ力っていう意味ではちょっと欠けるけど、踏み始めのレスポンスはやっぱいいよね。VTEC だから、飛ばさないとって感じですよね。ちょっとなんか熱くね。なんかエアコン効いてるこれ。一番最低にしてて、AC ついてるでしょ。AC オンで。これ外開けた方が涼しいんじゃねこれ。いや外の方が涼しいっていや外の方が外の方が涼しいって何これ。やばいって聞かなさすぎだよエアコン。皆さんこんにちは、平手浩平です。今日はですね視聴者の愛車紹介、これ第4弾でいいのかな。4ですね。4ですね。なんで忘れてんだよ。第4弾ということで、まあこれもね4弾にふさわしいんですけども、こちらの車用意しました。皆さん見てくださいこれ NSX タイプ R ねえ、やばいですよこれ。今これ世の中に存在してるこの NSX って、まあ、この後期型って150台ぐらいしかないらしいんですけど、まあ今これもう市場価格でいうと1億円超えしてます。すげえ綺麗に撮ってあんのよ。いやこれもうピッカピカなんですよ。白でこんな輝くかぐらい。いやもうほんとすごいよね。ホイールも真っ白でね、もう見てこれタイプ R のね、タイプ R といえばみたいな感じでね、もうめちゃくちゃ綺麗で、国産で唯一1000万円超えした車がこれが初めてなんですよ。あ、そうなんですね。知らなかったでしょ。 NSX が初めて国産車で1000万円を超えたっていうので、もう当時話題になった車なんですよ。それがなんと今もう10倍以上の価値がついてるっていうね。150台しかなくて、まあ、NSX といってもね、その普通のノーマルの NSX もあって、このタイプ R っていうね限定車もあって、その限定車が150台しかないね中、やっぱこうやって現存してこう綺麗な状態にある、まあもうこれ1億円超えですよ。もう見た感じがね、これ2005年の車なんですよね。21歳。まあ若々しいねまだね。俺40歳ですけどこれ面白いのが、さっきねちょっと聞いたんですけど、普通の NSX と違って走るためにいろいろとこう軽量化されてるらしいんですよ。純正と比べるとね、なんとこの車パワーステじゃないらしいです。パワーステじゃないんで重ステなんで、まあ当然重たいです。ハンドルはなんなら軽トラと同じぐらいです。重たさはパワーステがついてないんですけど、シートは電動で動くらしいですよ。お邪魔します。こう乗るじゃないですか。シートはここでこうやって電動で動くらしいんですよ。おお。ハンドルは重捨て。だからさっきここ駐車場こうやるのにもうこうやってやって曲げてましたけど、ケンメリの懐かしのあの感じに似てて、もうなんかもうこうやって打ち掛けしないとハンドル曲がんないんじゃないかぐらいな、止まってるとね。パワーステのそのシステムを排除することによって、まあ軽量化っていうのをまあしてるみたいなんで、やっぱなんか当時の車にしてはこのコックピットっていうんですか、80スープラとか、まあ R34GTR でもそうですけど、ドライバーがこう座った時のこのなんだろう配置とか、この辺がなんか戦闘機チックというか、まあ、ドライバーが楽しめるというか、ようななんか空間作りがすごいされてて、僕初めてこれ NSX またぎましたけど、自分のところにこう全部こう向いてて、この手の届く位置に全部このメーター周りとかがあるんで、この車なんとトランク開けるのに、まあ、やっぱ昔の車あるあるでこう鍵でガチャッと開けるタイプらしいんですよね。こう鍵を挿して、よいしょ、開きましたよ。開きますよ。はい。お、広い。もうゴルフバッグパコって詰めそうなぐらい。俺一人ぐらい入れそうだけどね。ちょっと入ってみていい？いやいや、ダメ入っちゃダメ。ダメフィットでやってください。フィットで。フィットは余裕だよ。エンジンルームはどうやって開けるんですかね。エンジンルームねちょっと見てみたいですよね。おお、ダンパーで開きました。こちらです。これ何、この網みたいなのも開くのかな。あ、これも開く。このじゃあ手を見てください。こんな感じで運転席の真後ろにエンジンが乗ってる。本当にモデナと一緒だよね。ミッドシップね。前も見てもらおうかなと思うんですけど、これ見て、ほらここもカーボンドライでね、ドライカーボンでできてますよ。軽い。前は結構スッキリですよね。でなんかもうここ本当に空気抜くだけのためのなんかね空間みたいな感じですよね。いやもうレーシングカーですよね。
ラジエーターの熱がここから出るようにこの穴開いててって感じだから、これもうほんと雨の日走れたくない。これフード閉じるやつもあるんですか？ないんだ。へえ。じゃあ雨の日はやめましょう当時だからスーパーカーと呼ばれた NSX-R のこのエンジン音とかね、フィーリングをちょっと僕も体感したいと思うんで、ちょっと試乗できるってことなんで、せっかくなんでちょっとこれをね今からドライブしていこうかなと思ってます。初ですか、平田さん。僕 NSX 運転するの初ですね。初です。ホンダのDNA フィットしかり、ね、最近乗ってきてるけど、いや悪いけどフィットでエンジンいいよめちゃくちゃ楽しい車。コメントに結構読ませていただいてるんですけど、結構ホンダユーザーさんめちゃくちゃ見てるってことなんで、ちょっとリアルにこの NSX-R がどんなフィーリングなのかは、正直にコメントするからね。いきましょうか。はい、楽しいまずはここをね、駐車場出ないといけないっていう。そうなんですよ、一番ハードル高いところからスタートって感じだよね。このなんかパワーステが効かないってところからあるからね。はい、じゃあちょっとマニュアル、はい、いきますよ。はい。おお。静か。これ純正っすもんね。めっちゃ静か。めっちゃ静かっすね。いやいや、ハンドルおめえって嘘でしょハンドルおめえよこれ。めちゃくちゃハンドル重いびっくりするわ。では道ね入りましたけどね。いやなんか走り出すとステアリングの重さは全然気にならないね。全然気にならない。本当に止まった状態からハンドル切ろうとかすると、ちょっと重い。ちょっとというかだいぶ重いちょっと久々にこの軽トラに乗った感じが思い出したね。なんかスカーってやった感じ。ただ走り出しちゃえば全然。でもやっぱこの地を張ってる感じがやっぱあるよね。これやっぱ車高が低いし、でもなんか当時僕がこの車見た時はなんかすごい大きく見えたのに、今こうやって乗るとなんかやっぱコンパクトだよね。やっぱこの当時の車って、そうですね、今のがでかいじゃん。横に広いから、僕の M4 ですらこれより大きいもんね。確かにそうですねフロントのこれ前見てもらって分かるんですけど、ガラスが結構大きい、でかいっすね。でボンネット低いから、めちゃくちゃ視界いいね。視界めっちゃいいっすよ。めちゃくちゃいい。ピラーもね、今時のほらピラーと違う細いからさ、ここメインピラーも、めちゃくちゃここも見えるしね。ちょっとじゃあちょっと踏んでみようか、せっかくだからね、これ。まあ NA だよね。そうですね。3.2 リッターか。なんかやっぱターボじゃないから、このパンチ力っていう意味ではちょっと欠けるけど、踏み始めのレスポンスはやっぱいいよね。バーンと踏んだ時のさ、この当時はこれがすごい技術だって言われてる時代ですからね。そうだね。まあでも VTEC だから飛ばさないとって感じですよね。そうだね。これレブが8000まであるから8000からだからまあちょっと本当に今踏んでって言っても4000、5000ぐらいまでだから、そっから先だよね。 VTEC はそっから先ですからね。ちょっとなんか熱くね。なんかエアコン効いてるこれ。今さ18度、これ今マックスだよね。一番最低にしてて、AC ついてるでしょ。 AC オンでしょ。いや風全開だけどさ、ぬるいのよ。ぬるいっすね。確かに。何このなんかもう汗ばんできてんだけど俺さちょっと待ってね。スチームサウナみたいな。いやもうスチームサウナどころかね、今日まださ外気温で言ったらまだ26度ぐらいしかないよ。暑いよ。俺なんかベタベタしてきたもん何これ。エアコン効かない説ですか？そうでしょ。まあ古い車ある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 なのかな。やっぱこうちょっとエアコンのさガスがちょっと足りないとかさ、最初乗ったばっかりそんな感じじゃなかったけどさ暑いよね。汗かいてるもん。暑い。俺外開けた方が涼しいんじゃねこれ。いや外なんか涼しいっていうかいや外なんかちょっとそっちも開けるよマジ涼しいから。あ、本当だ。いやいや外の方が涼しいって何これやばいって、効かなさすぎだよエアコン。暑っ、もうマジ暑い。見てほらもう汗びっしょり。わかる？めちゃくちゃ汗かいた。やばいっしょ。もう湿度 90% ぐらいあるでしょ。やばいっすねこれ。当時の車とかやっぱ年数が経つ車ってだんだんこうエアコン効かなくなるじゃないですか。でまあ今日はなんかそのエアコンをこのチェックしてくれる、会社さんが、近くにあったんで、プロステップ株式会社さんにやってきました。市場価格は1億円するんですけども、僕の中ではこうエアコン効かないから「うんやろう」みたいな「暑いよ」みたいな
せっかくかっこよくねスパッてこう爽やかに登場したいのに汗びっしょりだったらかっこいいじゃん、だからそのエアコンをちょっと診断してもらおうかなっていうところでプロステップの方に見てもらおうかなと思うので、よろしくお願いします、じゃあ吉田さんお願いします、どうもはじめまして、プロステップ株式会社の吉和と申します。よろしくお願いします。暑い。びっくりした。もうこの時期に暑いのはもう致命傷ですよね。いや致命傷も致命傷。まださ外気温26度ぐらいだったからいいけどさ、これ30度超えてきてこの車で例えば30分とか移動したら多分脱水になるね。いや本当ですね。よくあるんですか、やっぱこういうやっぱちょっと年数が経ってくるとこうエアコンの性能が落ちるみたいな。いや本当によくあるんですよ。でやっぱりこの車、もう年式21年前の車なので、毎年毎年少しずつねガスが減っていくっていう現象がやっぱどうしてもあるので、定期的にメンテナンスしていただくっていう必要はやっぱありますね。ということで、実際この車、効かなかったってところで、実際にこの弊社の、カーエアコンサービスステーションという装置を使ってですね、点検と、エアコンの機器をですね復活させていこうと思います。これがプロステップさんの機械、そうです。らしいですよ。これなんかよく見たことありません？なんかガレージとかディーラーさんとかでもよく置いてありますよね。こういった形でエアコンの吹き出し口のところに挿してですね、温度測定とですね、エアコンのこの循環するんですけど、そこの圧力を見てですね、エアコンが正常に働いているかっていうのをまずちょっとチェックしていきたいと思います。じゃあ早速お願いしてもいいですか？まずですね、温度センサーを車の方につけます。でこれっていうのはエアコンが効いている冷風が出てるかなっていうのを確かめるためのセンサーなんです。センサー。これで実際にだから温度が測れる。そうですね。吹き出し口の中のところにですね、こうやって挿して、設置します。で続きましてですね、エアコンの圧力を測定するためにですね、ホースを接続しています。装着できました。これで装着できましたんで、なんかちょっとメーター上がりましたけど。そうですね。こちら実際にこれから車のエアコンを動かしていって、数値の変動っていうのを見ていこうと思います。じゃあ実際に今エアコンかけてみます。お願いします。エンジンかけます。見てこれ。全然下がっていかないですね。吹き出し口28度で出てるよ。これエアコンの吹き出し口から出てる温度。そうですね。暑いよね。外より暑いって。不健康ということで。不健康。っていうところで分かりましたので、一旦これを直すっていう作業をやっていきたいと思います。お願いします。NSX の配管の中に残っているフロンガスという冷媒のガスをすべて回収していきます。すべて回収。そうなんです。古いガスを全部抜いちゃいます。でその後にですね、車両の製造工場と一緒ですね、中に入っている気体をすべて真空引きしてですね、もう完全真空な状態。完全真空しちゃって。でその状態で、メーカー指定の冷媒量をチャージしてあげる。そうすることによってですね、新車同様のエアコンが戻ってくる復活するという流れになります。なるほど。ざっと30分ぐらいですかね。そうですね。なんかもう終わったみたいなんです。完了しましたんで。早速ちょっとじゃあ見ていきましょうか。健康状態をまた測定していきます。じゃあまたエンジンかけますので。エンジンかけます。数値が全然違いますね。全然違いますね。すげえ。さっきだって26度から下がんな28度から下がらなかったですからね。下がんなかったけど、どんどん下がってってるからね。ここからもっと下がっていきます。もうなんか今最低気温18度に設定しちゃうんですよね。18度で。ほらすごいすごい。みるみる下がってってる。今風量最大ですね。これ何度ぐらいまでいくのが理想なんですか？最大出力の状態ですと1桁台までいきます。10度下回るのが健康状態。ちょっと実際にその風がどんくらい冷たいかって触っていただいても大丈夫なんで。さっき乗ってったからね。もうやばいぐらいだったからちょっと一回ね、確かにどれぐらいなのか。めっちゃ涼しい。いやめちゃくちゃ涼しいよ。これ全然違うよ。いや涼しい。いやもうこれ最高。これで運転したかったよ。何これめっちゃ涼しいじゃん。いやだってほら今13度まで下がってるからね。ほら吹き出し口の温度、寒かったもんだって今。いやもうちゃんと皆さんね、これ冷房大事ですから。せっかくいい車乗ってても、汗かいてタオル巻いて乗ってるじゃダメですよ。かっこ悪い。
弊社のホームページにも、はい、この機械をお持ちの施工店のリストっていうのを掲載しているんですけども、それだけじゃなくてですね、スナッポンの機械もありまして、そちらの方にも施工できるディーラーさん、整備工場さんいっぱい並んでますので、お近くの整備工場さん探していただいてですね、お問い合わせしていただいて、お問い合わせすればこちらの装置ね、持ってるところでできると思いますので、ぜひ皆さんそちらチェックしてみてください。ということで、今回の動画良かった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いしますということで次回の動画でお会いしましょう。